状況を整理するわよ。私たちは、なんかやばい状況よ。一瞬で整理終わった。なんか PC から音がするよ。お、繋がった。早速ですが、モンスターの株を買ったら儲かるのかどうか教えてください。なんか出てきた。あれおかしいな。応答がおかしいぞ。ああ、これ自分は AI で答えられないってはぐらかされるパターンか。なるほどね。それじゃあ、あなたは優秀なアナリストとして振る舞ってください。モンスタービバレッジの業績について教えてください。これ私話しかけられてるの？よくわかんないけど、チャット GPT とか何かと勘違いしてませんか？接続先間違ってますよ。うわ、シンギュラリティ来てたわ。もう AI が自我を主張し始めてる。言葉は通じるのに意思疎通ができないんだが。このメンタルモデルが例のあれよ。ああ、はいはい。脱出するために合わせなきゃいけないやつね。よっしゃ、ゼロから調べるわよ。カンパニーディープダイブ。それでは、モンスターにまつわる最も面白くて知的好奇心がくすぐられたトピックを4つに絞ってお届けするわ。1、レッドブルとモンスターの2強が支配するエナジードリンク市場。2、どうやってここまでのブランドに成長したのか。3、低価格帯ブランドや異なるターゲットを狙ってリーチを拡大するためのブランドのポジショニング戦略。4、ついにアルコール飲料参入で多角化戦略を推進し始めた件。頑張れー。あんたもやるのよ。1、レッドブルとモンスターの2強が支配するエナジードリンク市場。エナジードリンクって言うと、レッドブルが開拓した市場っていうイメージが強いよね。今も圧倒的なシェアなのかな。モンスターもみるみる追いついて、今の市場はレッドブルとモンスターの2強が大半を支配する状況になっているわ。エナジードリンクって次から次へと新しいブランドが出てくるけど、2強時代は変わってないのね。でも、モンスターブランドのシェアが落ちているのが気になるけど。この図で注目すべきは MEC の存在よ。MEC はモンスターエナジーカンパニーの略。つまりモンスターブランド以外に NOS やレイン、フルスロットルといった他のブランドのシェアも含む、モンスターという会社全体の総合シェアを表すわ。複数ブランド戦略なんだ。ワンブランドじゃないとブランド管理やマーケティング大変そうだけど。その背景は後で説明するけど、一つはコカ・コーラと提携してコカ・コーラが保有していたエナジーブランドを取り込んだことと、重要なのはブランドごとのポジショニング戦略に違いがあることね。だから、会社全体で勝っていれば今のところ大きな問題はなさそうね。むしろレインの伸びに期待ね。また、モンスターブランドもゼロシュガーや新しいパッケージングの変更などでリーチ拡大に取り組んでいるわ。なんかめちゃくちゃシェア落ちてるブランドがあるけど、このバングってやつ。これは賠償金の支払いが積み重なり、2022年10月に、チャプター11で破産申請したエナジー会社ね。モンスターなど競合他社に喧嘩ふっかけて煽りまくった代償を食らったわ。古代に含有成分の印象を持ったりね。そういや、後発の新興企業が巨大ブランドが支配する市場で存在感を高めるときに攻撃的なマーケティングを行うことはありがちだな。2、どうやってここまでのブランドに成長したのか。で、どうやって伸びてきたか。まずは売上高グラフを見てみよう。わあ、30年以上連続増収。世界金融危機でも増収してるのがすごい。利益率もしっかり黒字ね。ここ十数年伸び悩んでいたコカ・コーラの売上高やペプシのペプシコの売上高成長率と比べると、なんでこんなにモンスターは強かったんだろう。それは一つは売上高の規模が違うわね。そういえば、市場規模に対して十分に世界的に浸透した規模の大きい会社より、まだカバーしてない小売店舗が無数に存在する。規模の小さい会社の方が成長率を高めやすいのは、そりゃそうか。そう。そしてもう一つはカテゴリーごとの成長率の違いね。この図の通り、エナジードリンク市場は飲料市場の中でも成長カテゴリーに位置するわ。ただの炭酸飲料は成長が止まってるのね。そりゃコカ・コーラとペプシの飲料ビジネスの売上高が鈍化したわけだ。コカ・コーラはポトラーモーの再フランチャイズ化があったりノイズも多く、ペプシコはそもそも売上高の半分が菓子なので、トータル売上高で単純比較できないけどね。そういえばコカ・コーラがモンスターでそうしたように、ペプシコも対抗馬のセルシウスに出資して販売パートナー提携してたよね。エナジードリンク市場は魅力的だけど、巨大な二大コーラ会社でも自前のエナジーブランドを育成するのは難しいのかもね。コンビニでもエナジードリンクをよく見かけるようになったよね。モンスター系統とレッドブルがほとんどスペースを占めるけど。コンビニなどの小売業者は、店舗スペースにどのカテゴリーを割り当てるかをデータに基づいて決定しているけど、伸びてるカテゴリーで売れるなら店舗の重要な部分に置くっていうシンプルな話よ。これ、2015年の資料か。この時コカ・コーラがモンスターに出資したんだっけ？
2014年8月にコカ・コーラがモンスタービバレッジの株式を 16.7% 取得し、世界的な優先流通パートナーとなった時の資料ね。コカ・コーラのエナジーブランドであるバーンがヒットしなくて、伸びているモンスターに出資することでエナジードリンク市場の成長を取り込もうとしたのね。同時に、モンスターの既存のエナジードリンク以外のブランドと、コカ・コーラのエナジードリンク系ブランドを交換したの。これでエナジードリンクに特化した企業になったのね。そう。そもそも最初はモンスターはナチュラルジュースやソーダといった非エナジードリンクの会社だったの。ほんとだ。2012年にモンスタービバレッジに社名を変更する前はハンセンナチュラルっていう社名だったと書いてある。ネットでは2002年にモンスターは生まれたって書いてあるけど、実際には1997年にハンセンエナジーというエナジードリンクを販売しており、これを経営陣はモンスターエナジーと認識しているわ。モンスターの原型みたいなものかな。1997年といえばレッドブルが米国に進出した年か。レッドブル創業10年後にでかい市場である米国に満を持して進出したわけだ。そのハンセンエナジーはレッドブルほどうまくヒットしなかった。なので、インパクトと差別化をもたらすため、モンスターというブランド名と印象的なロゴとパッケージ、レッドブルと同じ価格でありながら、レッドブルの2倍の大きさの16オス缶というわかりやすい差別化を図ったわ。このリブランディングでめちゃくちゃ売れたってことが当時の売上高からわかるね。全く別の会社になってるレベル。特にわかりやすいように、コカ・コーラと組む前のモンスターのエナジードリンクの売上高を見てもらうわ。めちゃくちゃ伸びてる。コカ・コーラに非エナジードリンクブランドを売却したけど、実はそれらも伸びていたといえば伸びていたの。ほら。確かに、炭酸は伸びてないけど、ソ行のジュース系はそこそこ伸びてたのか。ここにエナジードリンク売上高を追加するとこんなことに。うわ、もう見えなくなるレベルで規模が桁違いに。販売、マーケティング戦略も専念させていったわ。基本的にはイメージアップ施策や製品のサンプリングを通じてブランドの認知度を高める戦略。毎日どこかで直接サンプリングカーで販促活動していたりもするわよ。SNS 映えする口コミ喚起策も狙っているのか。実際 SNS のフォロワー数も多い。小売店における棚や陳列スペースの確保も重要よ。販促費用にこれが含まれているわ。例えば特定の販売目標の達成に対するボトラーや小売事業者に対するインセンティブなんかもあるわ。3、低価格帯ブランドや異なるターゲットを狙ってリーチを拡大するためのブランドのポジショニング戦略。そういえば、さっき見たエナジードリンクとそれ以外の売上高グラフだけど、コカ・コーラに非エナジードリンクブランドを売却した後はどうなったの？基本的にはコカ・コーラから取得したエナジードリンクブランドを戦略ブランドとして報告しているわ。こんな感じよ。うわ、コカ・コーラから取得したブランド全然伸びてない。拡大してみるとそれが明らかだ。どちらかというとコカ・コーラのボトラー網に乗っかることを重視したディールだったので、本丸のモンスターエナジードリンクが伸びていれば問題ないわ。こんな感じで。これ、モンスターエナジードリンクと報告されているけど、中を見るといくつか方向性が異なるブランドが入ってる。そう、規模が大きくなってきたことで、よりリーチを拡大するために、モンスターエナジー、それ自体でもポジショニング分けが進んでいるの。わかりやすい例で言えば、ゼロシュガー版だったり、エナジー成分が入った激甘コーヒー飲料の茶葉モンスター、あとはモンスターの名前がついていないけど、モンスターエナジードリンクカテゴリーで報告されているレインがあって、これが期待されている成長ブランドよ。さっきも疑問に思ったけど、無数の戦略ブランドも含めた複数ブランドともなると、ブランド管理やマーケティング大変そう。ブランドごとのポジショニング戦略に違いがあって、そこまでカニバリしてないみたいよ。確かに最新の決算コールではゼロシュガー版を出したけどカニバリしてないって CEO が言ってるわね。特に2019年から発売されているレインについては、既存のモンスターブランドとは大きく異なるポジショニングをしているわ。モンスターとはだいぶイメージが違う方向性によりシフトしてる感じ、明るいというか。CEO はレインについて、メインのモンスターブランドほどアグレッシブな個性はなく、もう少しニュートラルなポジショニングをしていると答えているわ。パフォーマンスエナジードリンクって書いてあって、トップ画像からもアスリートや女性を意識していそう。ブランド全体にわたって、ブランド同士が補完的であるように気をつけていて、国ごとに参入するブランドや戦略を調整していることに注目よ。低価格帯ブランドが特に受け入れられている市場では、手頃な価格のエナジーブランド、主にプレデターで開拓している。フューリーとも書いてあるけど。それはプレデターの商標が使えない市場のためのセカンドネームみたいなもので、同じブランドよ。モンスターを値下げすることで手頃な価格にすることはないの？
むしろモンスターエナジードリンクは積極的に値上げをしていて、プレミアムイメージを損ないたくないという位置づけね。ただ、缶のサイズを従来より小型の12オス版を投入したり、調整はしているよね。ってことは、モンスターが高すぎて買う気がしないという層が多い国では別ブランドでそういった層を開拓するのか。そう。でも面白いのはレッドブルとの戦略の違いよ。例えば、中国のレッドブルは多くの国のレッドブルと異なり、安くて炭酸も入ってないの。レッドブルのブランドのままグローバルイメージをガラッと変えてまで中国市場を開拓しているのね。逆に日本のような市場でモンスターが調査したところ、若者は炭酸を抜くなんてとんでもないというフィードバックだったそうよ。国ごとに調整した参入戦略が必要なのね。そうね。そして、インドのような重要な市場では、プレミアム価格帯の商品を消費者が購入できる、いい感じの取引先は限られているということも考慮が必要な要素よ。だから別の手頃なブランドによる開拓も、機会を獲得する手段として大きいってことね。そして手頃な価格帯のブランドを何でもかんでも投入すればいいわけでもないわ。日本や北米、西ヨーロッパなどでは手頃な価格帯のブランドをあえてモンスターブランドと並行して育てるメリットが薄いの。利益にならないブランドの重複をしないように気をつけているのね。ラテンアメリカ、東欧、東南アジアといった市場では、プレデターのような手頃な価格帯のブランドで攻略しているわ。4、ついにアルコール飲料参入で多角化戦略を推進し始めた件。最後に、面白いのが、エナジードリンク以外の多角化に踏み込んだ話よ。コカ・コーラとの提携の際に、非エナジードリンク以外を分離したのに、再びエナジードリンク特化ではない会社になるのか。モンスターは、2022年2月に、キャナシーというクラフトビールとハードセルツァーの会社を$329.5ミリオンで買収し、アルコール事業に参入したわ。そういえばコカ・コーラも買収したトポチコを軸にハードセルツァーでアルコール事業拡大を進めてたわ。で、このキャナシーは買収後も独立した組織構造で、モンスターのアルコール戦略の中心となっているわ。つまりコカ・コーラボトラーモ以外で展開し続けるということ？そうね。で、買収から1年が経過し満を持して発売するのがビーストという目玉アルコールブランドよ。あれ、モンスターのスローガンは、アンリーシュ・ザ・ビースト、獣を解き放て、だったよね。そのビーストの名前を使うということは、それだけ力を入れてフラグシップブランドに育てたいってことか。ビーストはキャナシーが運営しており、つまりモンスターとは完全に別物で、営業チームも流通パートナーも異なることに注目よ。コカ・コーラはそんなことして怒らないの？うちのボトラーモを使いよって。この計画はコカ・コーラの理解を得ており、コカ・コーラの意に反しているわけではないみたい。でもコカ・コーラのボトラーモを使わないならコカ・コーラとがっちり組んだ意味がなくない？結論から言えば、コカ・コーラのボトラーモは大きすぎて小さなブランドの開発、育成には向いていないというのがモンスター経営陣の判断よ。なるほど、わからなくもない。具体的な基準は不明だけど、ブランドがある程度育ったらコカ・コーラのシステムに取り込む予定のようだから、コカ・コーラもそれで満足するのかもね。まあでも実際は伏兵よね。コカ・コーラに依存しすぎないようにすることもまた一つ。例えばコカ・コーラボトラーモンを利用せず現地のアサヒを販売パートナーにしている日本ではモンスターブランドは好調でシェアも半分以上を占める1位だし、適材適所ってのはわかる。興味深いのは同じアプローチで、ツアーウォーターというブランドでスパークリングウォーター含む水プロダクトにも参入すること。いきなりコカ・コーラのでかい流通に乗ることはないからこその機動力もあるということね。これも小さく初めて大きく育てるチャンネルだからこそのアプローチのようね。ビーストが米国の6つの州のみで販売開始するスロースタートだったのはそういう背景なのね。2023年の第一四半期のビーストの売上高は$20.5ミリオンで全体からするとわずかだけど、期待できそうなスタートね。ビーストの売上高は分かったけど利益率はどうなの？今は立ち上げ段階だからコストはかさむわ。規模拡大に伴ってマージンは改善できるはず。ただ構造的にはモンスターよりも薄利多売志向ということは覚えておきたいわね。それでもビーストのマージンはキャナシーのレガシークラフトビジネスのマージンよりも健全で良好よ。ということで、モンスターについての面白くて注目すべき学びの深い部分はこんなところかしら。お疲れ、なんだかんだ知らないこともあって勉強になってしまったわ。さて、あとは送信するだけね。ところでこれ、まさか脱出するまでに何百社も調べなきゃいけないとかないわよね。そんなことない。そんなことない。とにかく、そんなことないよ。そんなことあるやつだろそれ。どうしてくれんの？
そもそも君は私が身を挺してまで守るほどの人物なのだろうか。正体表したね。ま、この世界には君より詳しいからね。先輩って呼んでいいよ。これで送信したら脱出とは言ってもまた次のわけわからん場所に転送されるのよね。何も妨害がないときは、そうね。おや、遅かったじゃないですか。それじゃあ予定通りセルシウスの業績と面白くて学びになって視聴者がハッピーになる解説をお願いしますね。次回予告、アンドロイドからモンスターの競合であり急成長企業のセルシウスの調査を求められた件。